えメカ、中国の AI がチャット GPT を超えたってニュースが流れてるんだけど。君、ケースリーだな。今週発表された中国の AI でチャット GPT の最新頭脳 GPT5.6 を一部のテストで上回ったと報道されて、世界中が騒ぎになってる。君、全然聞いたことないよ。私、AI ってチャット GPT とジェミニとクロードくらいしか知らないんだけど。それで十分だったのは去年までだ。今の世界の AI 勢力図はもっと広い。今日はその地図を1枚にまとめてみせよう。最後まで見れば知らない AI の名前がニュースに出てもすごいのかどうか自分で判断できるようになるよ。まずは今の地図から。まず今、世界で一番使われてる AI はチャット GPT だ。調査会社の集計では利用シェアはおよそ 54%、2位がジェミニ、3位がクロードと続く。やっぱりチャット GPT が圧倒的なんだ。じゃあ勢力図も何ももう決着してない。ところがだ、1年前のチャット GPT のシェアは 79% もあった。それが1年で 54% まで下がった。一強時代が終わって戦国時代に入ったんだ。アメリカ勢は他にもグロックやメタの AI が追いかけてる。でも今日の主役は地図の反対側、中国勢だ。中国勢ってそんなに存在感あるの？ある。しかも戦い方が独特なんだ。チャット GPT やジェミニは AI の中身は会社の金庫の中で、利用者は窓口から借りて使うだけ。いわばクローズド型だ。そっか、私たちが見てるのは窓口のチャット画面だけなんだね。一方、中国勢の多くはオープンウェイト AI の頭脳にあたる学習済みデータを丸ごと無料で世界に公開する作戦だ。誰でもダウンロードして自分のコンピューターで動かせる。この作戦が世界を揺らしたのが去年の一月、中国のディープシークが桁違いに安い開発費で高性能 AI を無料公開した。半導体大手 NVIDIA の会社の価値は1日でおよそ88兆円も減った。88兆円1日で。それがディープシークショックと呼ばれる事件だ。そして今週、その再来と呼ばれる出来事が起きた。それが君、ケースリーなんだ。その正体を教えて。君、ケースリーを作ったのはムーンショットという中国の会社だ。2023年生まれの若い会社で、あの巨大企業アリババが出資してる。できたばかりの会社なんだ。それで何がそんなにすごいの？まず規模が桁外れだ。 AI の脳みその大きさにあたるパラメータ数は 2.8 兆。中身の公開が予告されている。 AI としては世界最大級だ。 2.8 兆、もう想像もつかないよ。でも中身は効率的で、896人の専門家チームのうち質問ごとに16人だけが働く作りになってる。おかげで巨大なのに軽くて、利用料金は本家 GPT5.6 の半額ほどだ。その上で一部のコーディングテストでは GPT5.6 やクロードを上回る点数が報道された。しかも今月末には頭脳のデータ公開まで予告済み。市場も反応して第2のディープシークショックと呼ぶ報道まで出たんだ。でもさっきから何度もテストで上回ったって聞くけど、そのテストって一体誰が何を測ってるの？ AI のテストって何？いい質問だ。 AI の実力はベンチマークという共通テストで測られる。人間の試験に例えると分かりやすい。例えば実際のプログラムの不具合を直す実務試験、博士レベルの科学の問題、数学オリンピックの予選問題、科目ごとに別々のテストがあるんだ。学校の期末試験みたいだね。国語は得意だけど数学は苦手みたいな。まさにそれ。そしてもう一つ、テストじゃなく人気投票で順位を決める場所もある。 LM アリーナといって、名前を伏せた2つの AI の回答を人間が見比べてどっちが良いか投票する。累計700万票を超える巨大な投票所だ。ここで面白い事実だ。利用シェアの1位はチャット GPT。でも
今の LM アリーナの上位にはクロード系がずらりと並んでる。使われてる数と評価の高さは別物なんだ。使われてる数と強さって一致してないんだ。実はその謎を解く鍵がテストの点数に潜む3つの落とし穴なんだ。ここからが今日の本題だ。1つ目、会社の発表は自社に有利なテストを選びがちだ。全教科の成績表じゃなく得意科目だけを見せてる可能性がある。確かにテレビの CM でもいいところしか言わないもんね。2つ目、テスト対策で点数が化粧されることがある。実際にあった話をしよう。去年メタが LM アリーナ用に特別に調整した AI を出して堂々の2位になった。ところがみんなに配られた同じ名前の AI を同じ条件で測り直したら順位は30位まで落ちたんだ。2位から32、ほとんど別人じゃん。この事件の後 LM アリーナは特別版の提出を禁止した。そして3つ目、仮に点数が本物でもテストの1位があなたにとっての1位とは限らない。数学の天才が料理も上手とは限らないだろ。そっか、私が AI にお願いするのはレシピとか文章とかだもんね。じゃあどうすればいい？結論だ。新しい AI の名前をニュースで聞いたらこの3つだけ確認すればいい。1つ誰が作ってるか、2つ何のテストで強いと言ってるか、3つ最後は自分の用途で試す。会社と国が分かれば得意分野の見当がつく。テストの科目が分かれば宣伝の数字に振り回されない。そして今の AI はほとんどが無料で試せる。自分で試した体感が一番正直なベンチマークだ。テストの点は鵜呑みにしない3つチェックで自分で確かめるんだね。ああ、勢力図はこれからも動き続ける。でもこの見方さえ持っていれば次にどんな名前が飛び出してきてももう慌てないはずだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。リクエストがあったらコメントで待ってるよ。レリノちゃんでした。